今回の解説では、台湾の化粧品法規、特に PIF をクリアするために絶対に避けて通れない BCOP 試験について深掘りしていきます。化粧品の目の安全性を証明するってすごく重要ですよね。でも、台湾の厳格なルールの下では昔ながらのやり方はもう通用しません。そこで救世主となるのが OECD437 に基づくこの BCOP 試験なんです。一体どんなものなのか早速見ていきましょう。アジェンダはこちらです。セクション1で台湾の PF と動物実験禁止の背景を、セクション2で BOCOP の概要に触れます。そしてセクション3から5にかけては、角膜の準備、不透明度と透過性の測定、IVIS スコアの計算といった実際の実験プロトコルの要点を順を追って解説し、最後に実際の安全性評価への応用を見ていきます。では、セクション1、台湾の PF と動物実験禁止。そもそもなぜこの新しい試験が必要になったのかという問題の核心から始めましょう。2019年、台湾は化粧品の原料や最終製品に対する生きた動物を使った実験を全面的に禁止しました。これ動物愛護の観点からは本当に素晴らしいニュースなんですが、メーカー側からすると実はとんでもないハードルなんです。だって非常にデリケートな目の安全性を生きたウサギなどを一切使わずにどうやって証明すればいいのか、業界全体の大きなジレンマに直面したわけです。そこで立ちはだかるのが、この製品情報ファイル、通称 PIF です。台湾で化粧品を販売するには、この PIF の作成が絶対に欠かせません。このファイルの中で製品が安全であるという確固たる証拠を提出しなきゃいけないんですが、動物実験のデータは使えない。つまり、過去のデータを探すか、試験管内で行うインビトロの代替試験に頼るしかないんです。続いて、セクション2、BCOP とは、OECD437。ここからがまさにその解決策の話になります。目の安全性を証明するためのグローバルなゴールドスタンダード。それが OECD テストガイドライン437です。正式には、牛角膜の不透明度及び透過性試験法、略して BCOP 試験と呼ばれます。OECD が定めているということは、これが単なるローカルルールではなく、重篤な目の損傷を見極めるための国際的に認められた非常に信頼性の高い手法だということですね。でも、動物実験禁止なのにどうやってテストするのって思いますよね。実はここが一番画期的なんですが、食肉産業の副産物、つまり屠殺直後の牛の目から取り出した角膜を再利用するんです。本来ならそのまま廃棄されてしまう組織を科学のために有効活用する。これで生きた動物を一切傷つけることなく、倫理的にも法律的にも完全にクリアな形でテストができるという、本当に見事なアプローチなんです。セクション3、プロトコル、角膜の準備。では、実際の実験室でこれがどう行われているのか、具体的なステップを見ていきましょう。まずステップ1で、分離した角膜を前方と後方の2つのチャンバーを持つ専用ホルダーに内皮側を下にしてしっかり固定します。次にステップ2で、両方のチャンバーに必須配置を満たし、32度でインキュベートします。なぜ32度かというと、人間の目の表面温度って体温より少し低くて、だいたい32度くらいだからなんです。こうやって生体とほぼ同じ環境を完璧に再現した上で、ステップ3として、いよいよ化粧品の化学物質を角膜の上皮表面に直接適用していきます。セクション4、不透明度と透過性。化学物質を適用した後、何を測るのかがここでのポイントです。測定するのはこの2つの極めて重要な指標です。まず、不透明度は化学物質のせいで角膜のタンパク質が変性して白く濁らないかを見ます。生卵の白身をフライパンに落とすと白く固まるのと同じイメージですね。そしてもう一つの透過性は、角膜の組織バリアが物理的に壊れていないかをチェックします。色素がバリアをすり抜けて裏側に漏れ出てしまうかどうかを見るわけです。もちろん人間が目で見て、なんとなく濁ってるかななんて主観で決めるわけじゃありませんよ。不透明度は OPK やレーザー式のオパシトメーターで精密に光の透過性を数値化します。
透過性の測定にはフルオレセインナトリウムという特殊な蛍光色素を使って90分間置き、もし色素が裏側に漏れ出たら、それを分光高度計という機械で波長490ナノメートルの光角密度として読み取ります。人間の主観を排除した完全に客観的で厳密なデータなんですね。セクション5、IBS スコアの計算。実験室での生データが揃ったら、次はその数字をどう解釈するかです。そこで登場するのがこの計算式です。インビトロ刺激性スコア、略して IVS と呼ばれる数値を出します。平均不透明度に平均透過性を16倍にしたものを足すんです。なんで15倍もするのって思いますよね。それは角膜のバリアが壊れて透過性が上がるということは、単に白く濁るよりも目にとってはるかに深刻なダメージだからなんです。この一つのスコアによってその物質の危険度が明確に分類されます。では最後のセクション6、安全性評価への応用。この複雑な科学を実際の化粧品にどう当てはめるのか見てみましょう。53.23。この具体的な数字、何だと思いますか？実はこれ、実際の保湿ヒアルロン酸クリームをテストした時に算出された本物の IBS スコアなんです。この結果が全てを物語っています。このクリームは 20% の濃度で OECD437 のテストにかけられ、スコアが 53.23 になったことで、台湾の PIF 法規において中等度の刺激性物質として公式に分類されました。生きたウサギを一切傷つけることなく法的に有効で、しかも科学的根拠に基づいた安全性の証明が見事に完了したというわけです。これって本当にすごいことですよね。さて、今回の解説の締めくくりとして、皆さんに少し考えてみてほしいことがあります。台湾での動物実験禁止と、この PIF の導入は、世界で起きている大きな変化のほんの始まりに過ぎません。BCOP 試験のような動物の犠牲を伴わないスマートな科学的手法は、今後世界の化粧品業界をどう変えていくのでしょうか。倫理と安全性を両立させる次世代の製品開発に、ぜひこれからも注目してみてくださいね。